作るカフェチャンネルへようこそということで、はい、今回はですね、ちょっと変わったことをしていきますね。はい、変わったことと言いますか、紹介ですね。今回の紹介はですね、ウォーハンマー 40K をゲームするにあたってですね、エラッタというものを聞くこともあるかと思います。今回ですね、ちょっと大きなエラッタが出たということで、そちらの紹介を兼ねてですね、エラッタって何ですかっていったところから紹介していきたいと思います。エラッタですね、元はラテン語で、誤り、そういった言葉ですね。そういった言葉だということになっています。はい。英語でもね、現在エラッタというふうに言葉を使っているんですけども、馴染みのある言葉でいくとゲームでいうバグですね。そういった処理なんかをするときに、使うものですよと。いわゆるアップデートみたいな感じに思っていただければいいかと思います。正語表というものが出てきますよ。エラッタも正語表ですね。はい。エラッタは正語。正しいと誤りですね。そういったものになっております。で、最近ゲームを始められた方でですね、まだエラッタの見方がわかんないとか、エラッタってそもそも何ですかっていった方がいらっしゃると思うので、公式がですね、発表しているエラッタのところへの、案内も含めてですね、紹介していきたいと思います。現在今画面見ていただきますと、ウォーハンマーのホームページですね。ゲームズワークショップのホームページの入り口に入ってきています。Welcome to Warhammer ということで、はい。まずあなたの、お住まいはどこですかということで、今動画見ていただいている方はですね、ほとんど日本だと思いますので、一旦日本で選んでください。ここでですね、ショップとかスタートヒアとかってあるんですけども、全部英語表記になっています。ちょっとわかりにくいかもしれないですね。じゃあ、ここからですね、どう行くんですかと言いますと、この画面左上、こちらですね、Warhammer コミュニティっていうのがあります。はい、こちらをクリックします。そしたらまたですね、この Warhammer コミュニティっていうページが出てきます。ここでですね、いろんな、新作の紹介とかされているんですけども、この画面の、ここですね、ダウンロード。このダウンロードのところを、スマートフォンとかだとタップですね。パソコンの方だとマウスオーバーしていただくと、ここに Warhammer 40K ってあるので、この Warhammer 40K をクリック。で、このまましていきますとですね、いろいろ出てるんですけども、ここ、イングリッシュって書いてあるので、ここをクリックしていただいて、日本語としていただく。はい。もしくはですね、こちら、今 EN って書いてるんで、こちらをですね、日本に変えていただく。どちらも日本にしてからだと、日本語表記にもなっているなる部分があります。はい。すべてではないんですけども、ちょっとね、日本語に優しくなっております。はい。で、この下ですね、ジャンプトゥリソースタイプっていうことで出てきます。で、ここにあるのがですね、いわゆるエラッタというものが書いてあったりとか、ガイドが、あったりとか、あとここコアルールですね。はい。いつも見ていただいているルールはこちらからダウンロードできますと。はい。で、エラッタってじゃあどれですかっていうと、ここの3つから、正誤表が出てきています。で、ミニトラムフィールドマニュアルっていうのが、こちらがポイントコストですね。こちらがポイントコストの修正なんかが書かれています。で、バランスデータスレート。こちらが各ルールの変更点であったりとかが修正点ですね。が書かれております。で、ルールコメンタリー。現在、適用しているルールのですね、補足事項とかいったものが書かれております。で、今回紹介するのはですね、2024年6月20日分。はい、こちら6月20日ですね。で、こちらルールコメンタリーが1月30日。24年1月30日になってますね。はい。こちらはですね、まだ日本語版が公開されていないということで、実は英語版もあります。ちょっとね、英語版先見てみましょうか。はい、英語に変えますと、こちら、英語版があります。はい、6月20日ですね。で、こちらをですね、読んで進めていくというのが基本的にはですね、いいとは思うんですけども、英語圏の方ですね、英語圏の方がこれ読んでもですね、場合によっちゃ間違えてしまうなんてこともあり得るぐらいですね、難しい書き方なんかがされてたりとかします。なのでですね、気楽にゲーム会とかで遊ぶ場合はですね、こちらを読み込んでやるとですね、誤訳というか、ので、勘違いなんか起こしやすいかと思いますので、気楽にやる場合はですね、こちらのまだ日本語版の方適用でいいかと思います。北陸ガーグですね。うちのゲーム会ではこちらの日本語版対応をまずゲーム会としては推奨しています。プレイヤー同士がですね、いやちょっと新しいのでやろうよといった時はですね、プレイヤー同士で話し合って新しいので適用していきましょうといった形になっております。なのでですね、今回はこの2つ、ミニトラムフィールドマニュアルとバランスデータスレート。はい、こちら2つを紹介していきたいと思います。で、じゃあ、とりあえず、エラッタってなんで出るんですかって言いますとですね、ゲームの設計者からしてですね、思ってた性能と違うと
いったことが多々出てきます。どんなゲームであってもそうなんですけども、やってみないとわかんないっていうところが、結構ありますので、いろんなプレイヤーの方からですね、フィードバックを受けてですね、これこんな性能だったよというふうに話を受けて、いや、それは設定上そんなに弱くないなっていう場合は強くしたりとか、いや、ちょっとこれ強すぎるなと思ったら弱くしたりとか、そういった、調整なんかがされています。で、この、ミニタルムシールドマニュアルっていうのは、その、武器の性能ではなくて、ユニットのコストですね。そちらの修正が、書かれています。でこれダウンロードで書いているんですけども、すべて無料ですので、心配せずですね、クリックしていただくと、PDF が出てきます。はい。こちらですね、ミニタルムフィールドマニュアルということで、40K10 版。で、バージョン 1.11 ということで、はい、こちらにいろいろ書かれておりまして、昔はですね、これの中で何が変わったんだってこう、にらめっこしながらですね、見てたんですけども、現在こちらですね、色分けっていうのがされています。赤で表記されている場合はですね、上昇。で、コストが下がった分に関しては緑で記載されていると。いった風にですね、わかりやすく書かれておりますので、はい、じゃあそれをですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずソロリタスですね。もうほとんど値上げですね。はい。コストアップというのがされております。前がいくつでいくつになったかっていうのがちょっとわからないので、私の方ではですね、結構変わったねといった感じなんですけども、非常に設計者から見てもですね、強かったっていう評価になるのかなって言いたいところ、といったところですね。コデックスが出るというタイミングだったので、コデックスが後で出たらですね、こちらを参照して、コデックスが後に出たらですね、コデックスの方って言いたいところなんですけど、ここ、もうコデックス、アデポタソロリタスと書かれているので、出た順番が後になる方が、正しいものです。というふうになっておりますので、はい、そちらの方注意ですね。で、アドプティスカストーです。金色のマッチョ軍団ですね。はい、こちらの方は、なんとコストの値下げですね。はい。いろいろ下がっています。現在ですね、ソロリタスもカストーデスもちょっと使ってる方がいらっしゃらないので、これがですね、どれぐらいの効果をもたらすのかといったところなんですけども、皆さんのところどうですかね。コストダウンすることでカストーデスより使いやすくなったのかなというふうには思うんですけど、第10%においてはですね、カストーデスの非常に強い能力っていうのは、感じられないといった方がいらっしゃるので、これで、カストーデスファンの方は少し助かったかなといったふうに思いますね。はい。で、コデックスアデプトスメカニカスということで、はい。こちらも結構上がってますよね、コストが。はい。で、こちらのデタッチメント強化の方が少し下がってますよということなんですけども、これすごく上がってて、メカニカスファンの方はちょっと残念じゃないかなというふうに思ったんですけども、実はですね、こちらじゃなくて、ポイントコストじゃなくて、もう一個のバランスデータスレートっていった方でですね、かなりの強化がされておりますので、そちらをですね、見て、照らし合わせてですね、どれぐらいの能力になっているかといったのを見ていただくといいのかなと思います。いい風に捉えればですね、少しのユニットでゲームがプレイできるよといったことで、購入コストなんかが下がってくるのかなというふうには思います。私どものですね、ゲーム界の中ではアデプトスメカニカスを使ってらっしゃる方、非常に強い方がたくさんいらっしゃいますので、今回の値上げ、コストは値上げですけども、さらに強化される部分があるのが、どういうふうに転んでいくのかといったのが、ちょっと今後楽しみになってきますね。で、インデックスアイルダリーということで、まだコデックスが出てないところはですね、このインデックスといったものが書かれています。はい。基本的にはですね、大きな値上げはなく、上がったり下がったりといったところになります。プレイヤーの方はですね、ちょっとこれ参ったなといった方もいらっしゃるかもしれないですけども、モーガンラーですね、こういった狙撃手なんかが少し安くなったりとかして使いやすくなったところもあるかと思います。見た限りですね、1体限りのものが、コストが下がってですね、複数体、バトルラインですかね、そちらの方がちょっと数が増えているものが、コストがですね、増えているっていうものが多かったりします。はい。で、続いてこちらですね、インデックスアストラミリタルブといったことなんですけど、こちらもですね、値下げが多いですね。はい。
ミリタルムに関してはですね、もう使い方によって全然変わってくるといった形なので、弱いか強いかは、ミッションによって全然変わってくるといったふうに思います。なので、コストが下がったということは、より面白く、プレイできるのかなというふうに思いますね。ローガルドロンバトルタンクなんかちょっと下がってますね。少し使いやすくなってます。で、続いてインデックス、ブラックテンプラーということで、スペースマリンの先端の一つですね。ブラックテンプラーが少し値上げが入っています。で、インデックスケイオスディーモンですね。こちらは、値下げが目立ちますね。結構使いやすくなったのかなと思います。データスレッドの方もですね、後に紹介しますけども、かなり下がっている風に思いますので、これまた期待になってきますね。はい、ベラコールなんかも下がってますね。ブラッドサースターも下がってます。はい。今回ちょっとディーモンはパッとしない雰囲気もあったんですけども、ディーモンのすごいところはですね、いろんなケイオス群にですね、編入することができるといったところもありますので、これはちょっとメリットが大きいのかなというふうにも思います。はい、続いてケイオスナイトですね。はい、こちらの方も値下げが目立っております。続いてコデックスケイオススペースマリンということで、ケイオススペースマリンのですね、コデックス出たばっかなんですけども、こちら値上げですね。なんと値上げがされております。思ったより安く設定してしまってたといった感じなんでしょうか。アカーストカルティストですね。こちらが値上げですね。私結構これアカーストカルティスト推しだったんですけども、こちらがちょっと残念ながら値上げだったりとか、プレイデータアナイアレイターとかですね、少し値上げがされています。で、ケイオスビンディケーターなんかもね、185点。ちょっと隠れた名機みたいな感じで扱われていますね。あと、ハボック。こちらも値上げって感じですね。レギオナリーにワープタロン。あと、ラプター。結構上がっていますよね。最近ちょっとですね、ケイオススペースマリンの方と当たっていなかったので、また少しね、当たってみたいかなというふうに思います。はい、続いてコデックスダークエンジェルですね。はい、サプリメントが出ているコデックスになります。はい、デスウィングナイトとレイブンウィングダークシュラウドっていうのがちょっと値上げになっております。デスウィングナイトですね、これ235点ということでちょっと重くなっちゃってますね。ダークエンジェルとしての見栄えのするユニットなので、肝入りといえば肝入りなのかなといったところです。はい。デスウィングターミネータースカットに比べるとですね、ちょっと5人で235点ということで、かなり重たくなっちゃったというふうにも思います。はい。続いて、インデックスデスクガードですね。はい。こちらですね、ブライトロードターミネーターとか値下げになってます。私どものところですね、デスガード使ってらっしゃる方が複数名いらっしゃるんですけども、いろんな使い方されててですね、今見た感じで大きいなと思うのが、こちらですね、メフィティックブライトハウラー。前回こちらがですね、100ポイントあったんですけども、1体100ポイントですね。それが90ポイントに変更になっています。はい。これでですね、少しだけ入れやすくなったのかなというふうに思いますね。3体入れた場合270点、30点空いてくるので、だいぶマシかなと。本来もうちょっと下がってもいいかなと思う性能なんですけども、メルタはですね、場合によっては脅威になってきますので、あまり下げすぎてもヘイトと言いますか、溜まったりするのかなというふうに思います。で、ファールブライトスポーンがですね、ちょっと上がってますけど、これは60点なんで元がちょっと低すぎたかなというふうにも思いますね。で、続いてインデックスはデスウォッチですね。はい。デスウォッチ専用のユニットがですね、それぞれ一部ですけども、3人。値下げになってますね。ちょっとスペシャルキャラクター使ってあげてね、みたいなのがこの辺ですかね。で、デスウォッチベテランも100ポイントということで、ちょっと使いやすくなったかなというふうに思います。で、続いてデュカーリですね。こちらもですね、上がったり下がったり。ここにね、ちょっとオレンジがあって、これなんだっていう感じなんですけども、上がったのと下がったのと。はい。5体編成だと120点なんですけども、10体編成になると途端に180点、っていう、超値下げですね。はい。できれば10体使ってよと言った雰囲気ですかね。入れるなら10体入れた方がいいなという構成になりました。プラス60点ってね、5体が入るということで、大きいですよね。はい。ラベイジャーとか、グロテスクとか、はい。この辺も下がってますね。ちょっとね、デュカール使ってる方が少ないので、できればですね、こういった、ち
ちょっとしたですね、強化みたいなのがあると嬉しいですね。コデックスジーンスティーラーカルト。こちらも出たばっかりですね。出たばっかりなんですけども、上がったり下がったりといったものになっています。ジーンスティーラーカルトですね、まだコデックスの紹介はできていないんですけども、かなりですね、使いやすくなっているよというふうに聞いておりますので、ちょっと楽しみですね。はい。こういった調整がどう生きてくるのかといったところなんですけども、これを見てですね、Z するか、ヒットするかっていったところですね。で続いてグレイナイトですね。はい。グレイナイトは結構上がっちゃってます。はい。強いといった評価だったんですかね。はい。コストがそれぞれ上がっております。グレイナイトはですね、使えるユニットが少ないのでですね、もうちょっと、下げて使いやすくてもいいのかなと思うんですけども、データスレートの方でですね、どんな風な変更がされたのかといったところが注目になってくるかと思います。そしてインペリアルナイトですね。今回ビークルとかこういったナイトとかがですね、活躍することが増えてきています。ただゲーム的にはですね、なかなか単体だと勝てないとか、数に押し切られて負けてしまうといったところがありますので、そこでですね、こういった感じで値下げがドドドッと入っていると。値下げされたところでですね、一体400点ぐらいのやつが下がっているといったことなので、ちょっと調整がどこまで効くのかなといったところなんですけども、インペリアルナイトもですね、帝国のキーワードがあれば派遣することができますので、それを持ってきやすくなったと思えば、さらにプラスになるのかなというふうにも思います。はい。続いて、我らがネクロンですね。はい。私がいつも使っているネクロンのアーミーになってきます。残念ながらですね、ちょっと値上げが入ってきてますね。カノプテックドゥームストーカー。これが145点といったことで、少し上がっちゃいました。で、カノプテックレースも、3体で125点ということで上がっちゃってます。このレーズに関しては仕方ないのかなといったところですね、結構強力なユニットだったので、それが、性能並みにですね、評価されたといったふうに思えばいいかなと思います。で、逆に言えばですね、幸いなことにこの2つ以外はほぼご覧の通りないですね。はい。変更がありませんので、安定した能力を発揮できるといった感じになると思います。私が一押しのですね、このローカストヘビーディストロイヤーも1体50点といった破格の優しさのまま、保ってもらっています。弱点がないわけじゃないんですけども、アタッカーとしてはですね、非常に強力な武器を持っていますので、これが値上げされなかったのはありがたいなといったふうに思います。はい、続いてコデックスオルクですね。残念ながらですね、こちらオルク結構上がってます。はい、メタウォッチとかでは、メタウォッチって、あれですね、公式がデータ収集をしているゲームの内容ですね。はい。そちらの方ではですね、結構上位の方にずっといたんですけども、その結果なのか、少し、値上げが目立ちますね。とはいえ、メインどころが上がったというよりは、メガノブが一番大きなコストアップかなといったところですね。北陸ガーグの方でもですね、オルクのユーザーさんがいらっしゃるんですけども、もうちょっと使いやすくなってもいいかなというふうにも思っています。はい。ちょっとですね、ビーストスナッカー系がかなり強くなっていますので、元のオルクもですね、強さをもうちょっとあってもいいんじゃないかというふうに言ってらっしゃる方もいらっしゃいます。続いてコデックススペースマリンですね。はい、こちらがですね、下の方ずっと来ていただくと上がったのと下がったのとあります。グラディエイターリーパーとグラディエイターバリアント。はい、こちらがちょっと値上げになっちゃってますね。ランドレイダークルセイダーがなぜかここは値下げになってます。なぜかということはあれなんですけども。はい。非常に強力なユニットですね。これが220点になって、ランドレイダーリディーマー、こちらが285点ともかなりの大幅アップとなっております。で、元のランドレイダーですね。はい、こちらは240点のままといったことで、こちらもですね、クルセイダーが下がったのが不思議なぐらいに私は使いやすいんじゃないかというふうには思っています。で、目立った変化はですね、あとこちらですね、リパルサ。はい。リパルサーがですね、バランスデータスレータの方でですね、かなりの強化がされております。そちらの方と踏まえるとですね、この値下げはかなりお得なのかなというふうに思いますね。リパルサーはここから少し熱くなってくる、ものになってくると思います。ストームレイブンガーシップはちょっと残念ながら上がっております。強力なですね、飛行ユニットになってくるので、仕方ないところでもあるかもしれません。続いてスペースウルフですね。こちらはですね、猛威を振るっている、うちの北陸ガーゴで現在主催なんかもねしていただいているんですけども、スペースウルフ使いの方がいらっしゃいます。そちらの一番猛威を振るっていてサンダーウルフキャバロリーっていう、はい、狼に乗った戦士たちですね。こちらが値上げになってきています。元が強かったので、これは仕方ないのかなと。ただ3人で100点なんで全然まだまだ強さは保持できると思います。いいバランスかなというふうに思いますね。
あとウルフェンがちょっと上がっちゃったので、9班ほどの猛威を振るってないので、上がるのちょっと寂しいところではあるんですけども、コストが上がってしまったといったところになります。で、続いてコデックスタウエンパイアですね。はい。タウエンパイアですね。結構下がってます。ブロードサイドパトルスーツとか、はい、コマンダーとかですね。この辺がどんどん下がっています。あと、クライシス、ファイアストライク、バトルスーツとか。この辺がかなり下がってますよね。はい。なので、バトルスーツ系が、実質強化といったところになるので、さらなるですね、活躍が期待できるかと思います。はい。続いて、サウザンドさんですね。ケイオススペースマリンの一つになってきます。エグザルテッドソーサラーがですね、値下げですね。で、ミュータリス、ボーテックビースト。はい。こちらも値下げ。で、スカルベオカルトターミネーター。こちらも値下げですね。サウザンドさん使ってる方がおっしゃってたんですけども、ちょっとね、値下げになっても仕方ないかなって言ったような変更もあったというふうにおっしゃっておりました。そしてティラニットですね、今回のローンチボックスに入っていたティラニットたちも、一部下がっております。で、ニューロリクターだけがちょっと上がってるかなといったところですね。で、リッパースオームがですね、またここもちょっと不思議な性能になってますね。1体だと高いけど3体だと安いと。はい。数入れてくださいねといったものになってますね。はい。ではですね、続いてワールドイーターですね。はい。こちらもエグザルテッド8バウンドがなんと値下げっていった感じですね。こちらですね、結構使いやすいというふうに聞いておりますので、こちらのユーザーの方はですね、ちょっと嬉しい変更点かなというふうにも思います。まだまだですね、始まって間もない、アーミーではありますので、もっともっと増やしていきたいといったところですかね。メーカーサイトの思惑もあるのでしょうか。ちょっとわからないですけどもね。といったことでですね、まずポイントコスト表の方を紹介させていただきました。ではですね、ちょっと今回長くなっておりますので、もう一回切ってですね、バランスデータスレッドの方の紹介は、次に、やっていきたいと思います。それではですね、次回の動画でまたお会いしましょう。また見てください。バイバイ。